放された最弱勇者。ガチャ進化で無双の頂へ。第65話。早すぎるセレスの魔力消費。さらに進むにつれ、輸送路の両側に立つ木々は無残に焼け落ち、灰色の幹だけが槍のように突き立っていた。地面には巨大な爪痕が走り、風に乗って焦げ臭い匂いが鼻をつく。ここ、本当に通るにゃー。イーナが耳を伏せて警戒し、周囲をキョロキョロ見回した。通らなきゃ。巣には近づけない。ユーマは短く答える。逆に言えば、この荒れ具合は何かがここを縄張りにしているって証拠だ。セレスが横目で彼をちらりと見た。肝が据わってるっていうか、もう腹が決まりすぎてるっていうか、あなたって本当に退く理由を探さないよとね。性分だよ。ユーマは肩をすくめた。怖いからって立ち止まるより、先を見据えてる方が冷静でいられるんだ。その言葉に、セレスはほんの一瞬だけ口元を緩めた。そして自然な動作を装うように、体を寄せる。肩が軽く触れた。でも、そういうところ、依頼じゃないわ、セレス。距離感おかしいにゃ。イーナが即座に反応し、耳をピクピク立てて抗議した。風よ、風。セレスは澄ました顔で言い返す。この谷、暴風が強いんだから、イーナが多くくため息をつく。言い訳が雑すぎるにゃ。ユーマは苦笑いを浮かべた。今は集中しよう。冗談言ってる場合じゃない。そう言いながらも、耳の先が少し赤くなっていた。道の場所ほど危険は増すわ。セレスは前を向いたまま、若く続ける。こういう場面で油断すると、一気に持っていかれるものよ。三人は足音を殺し、奥へと進んだ。岩肌に吹きつける風は、まるで巨大な獣がすぐ近くで羽を休めているかのようだった。この音、セレスが小声でつぶやく。風じゃなくて呼吸みたい。呼吸。イーナが尻尾をピンと立てて振り向いた。巨大な何かが、私たちを見張ってるみたい。ユーマは二人に軽く目くばせし、谷底を指さす。巣は、あの先だ。夕日が山の向こうに沈み、谷間は急速に暗さを増していく。風は冷たく、どこか血の匂いを含んでいるように感じられた。三人のシルエットが薄暗い峡谷に細く長く伸びる。谷の奥へさらに踏み込むと、音の方向感覚が狂い始めた。切り立った崖に反射して、あらゆる方向から不気味なうなりが響く。耳が正しく機能しなくなるほどだ。まるで音の迷路にゃ。イーナが片耳を押さえ、猫のように身を低くする。どっちが正解か、風が教えてくれないにゃ。彼女の弓のつるが、強風に震えてかすかになった。その音が、魔物への合図のように響いた気がして、三人は息を細めた。さっきより風が強いわ。セレスが吐息混じりにつぶやく。白い息が頬にかかり、すぐに乱気流に散った。風速モードの反射も計算が追いつかない。無理に感知しなくていい。ユーマが低い声で制した。まずは足場だ。一歩間違えれば谷底だぞ。足元は岩がゴロゴロ転がるガレ状。風は谷底から容赦なく吹き上げ、耳をつんざくようなうなりを立てる。ただの風切り音かと思えば、時折獣の方向のようにも聞こえた。見て。あれ、イーナが震える声で指さす。古びた鉄かぶとが、風に転がされがけかえ落ちていく。音はしない。深すぎて、そこにつく音すら届かない。その先の岩場には、白骨化した遺体や折れた槍が散乱していた。かつての冒険者たち、ここに来た者は、誰も帰れなかった。イーナの声が、かすれる、四角、だらけにゃ。それを見て、ユーマが眉を細め、缶に地図を広げる。おかしい地図じゃ。この先にこんな谷は載ってない。道は崩落と落石で完全に変わり果てていた。魔物の羽ばたきで
風が不意に激しくなり、岩肌が震えた。砂粒が雨のように降り注ぎ、視界を埋め尽くす。ユーマはとっさに盾を召喚して二人の前に立った。二人ともくっついてろ。高音とともに谷の奥から巨大な影がゆっくりと動き始めた気配がした。大丈夫にゃ。でも風が耳を裂きそうで痛いにゃ。イーナが耳を伏せ顔をしかめる。セレスが額を押さえ片膝をついた。魔力が早すぎる。消耗が激しすぎて収支が合わないわ。魔力感知を維持するだけで体が重い。乱気流が魔力を乱し無駄に消耗させているようだ。ユーマはとっさに彼女の腕を支えた。セレス、無理するな。その手に触れ、セレスは一瞬だけ視線を伏せる。イーナが横目でちらりと見て耳をぷくっと動かした。油断するなよ。ユーマの声に緊張がにじむ。谷の奥からかすかな羽音が聞こえ始めた。最初は1羽かと思ったが次第に複数だと分かった。無礼ね。セレスが立ち上がりながら低くつぶやく。数は読めない最悪よ。イーナが矢を一本抜き弓につがえる。じゃあ迎え撃つまでここで引き返すよりマシにゃ。3人とももう後戻りはできないと悟り谷底へ進む。崖の上では風と溶け合うように巨大な影が旋回し始めていた。やがて視界が開け断崖が折り重なる広大な空間が現れる。あそこグリフ谷にゃ。イーナがつぶやく。古い石碑が風にさらされて立っていた。風化した文字はほとんど消えかけているがかろうじて帰らずの翼。ユーマは剣の柄を握り直し気象を浮かべた。帰らずの翼、火炎儀でもない名前だな。でもあなたのことだから吹き返す気なんてないんでしょう。セレスがかすかに笑い顎を上げる。きっとここは不幸魔物にとって城なんでしょうね。世界の高さ、風の流れ、滑空の角度、すべて狩るために作られた設計図のようだわ。言葉を切った途端風が激しくなり巨大な影が峡谷の壁すれすれを滑るように横切った。鋭い羽音を残して急上昇し上空へ消えていく。いたにゃ。イーナが耳を伏せ弓を構えて声を細めた。はあ。ユーマが剣を抜くかける。索敵の一匹ね。セレスが目を細め息を整える。本体はもっと奥だがその時ユーマは気づいた。セレスの足元に集まる霊気がいつもより頼りなく薄い。彼女の顔色もわずかに青ざめている。セレス、兵器を。セレスは即答したが吐く息が白く顔色が悪い。この風に触れた瞬間から魔力がすっと削られていく。まるで空気そのものが魔力を食らっているかのように。違うわ。乱気流のせいだけじゃない。セレスが小さくつぶやく。この風が私の魔力を直接吸ってる。セレス、無理するな。少し下がってろ。ユーマが低く言い彼女の腕を強く支えた。足場と視界だけで十分だ。それができないの。セレスは額を押さえ膝を震わせる。探知をやめれば位置がわからなくなる。でも続けると消費が早すぎる。セレス少し休んでイーナが不安げに耳を伏せ駆け寄る。セレスの足元に頼りない霊気が一瞬だけ霜を結んだ。だが乱気流に飲み込まれ跡形もなく散ってしまう。大丈夫。セレスは強がって笑おうとしたが唇がわずかに震えていた。ごめんね。計算じゃまだ持つはずだったのに最悪の相性だわ。その時谷の奥から複数の羽音が重なって響き始めた。一つじゃない。群れだ。ユーマは顔を上げ剣を構える。薄暗い高みで風を裂くように巨大な影がまた一匹また一匹と増えていく。来るぞ。ユーマが鋭く告げた。セレスは歯を食いしばり最後の一
ち押しで魔力を巡らせた。だがその度に体から何かが確実に奪われていくのを感じる。この谷では戦う前に力尽きるかもしれない。冷たい風が3人の背中を撫でた。上空からは鋭い風切り音。本格的な襲撃が始まる。続く。次回第66話、フレの襲撃。セレスの消耗。